ん、こっち、これか。おお、なんかすごい道だな狭っ狭い。おお、狭っ。で皆さん登ってらっしゃるんだよね。はい、あれが猿薙洞門ですね。まあこうやって見るとなんかあそこだけ遺跡みたいになってますね。であそこを見た感じ、目視状態では両側はもう土砂で埋まってる感じですよね。で上の方から全部崩落したんですよね。これあそこまで行った人いるんかな。あそこちょっとあれは行きたくありませんし、あんなとこうろうろしてるの見られるのも嫌なんで私はここまでで終わりたいと思います。ということで、今回猿薙洞門でございました。ということで今日はありがとうございました。バイバイ。で崩落したためにこちらの方に新しく三本松トンネルというトンネルができました。三本松トンネルの由来としてはあちらのレリーフあるように、3本に分かれた松があったそうです。そしてこれが旧道です。でこれですよね、標識残ってますのとハーブミラーもありので、割とこんな風に残ってんだね。軽く行けるとこまで行ってみますけども、やぶですね。もうこの辺りからその崩れた跡っていうか土が埋まってきてますよね。でこのガードレールの高さぐらいまで来てますね。意外とこっちまで行けるんだね。あ、結構意外と行けるんだ。何分ね、私は調べ物しないで来るスタンスなんで本当にここにあるよっていうぐらいを知ってるだけなだけで、その前調べをしないんでねいいのか悪いのか。意外と近くまで行けるんだ。そうなんだ来れるんだ。ラッキー。でもすごいね。なんかもう今でも多少の崩落まではいかんけど落石はあるんでしょうね。ここまで来れるんだ。マジか普通にハイキング程度でこれだうわー、これは上にあったワイヤーかね。これ違うかな、どうなんでしょう。と言ってもね、結構なここ崖なんで油断してね転げてったらえらいとこまで落ちてきます。そうなの、普通に入れるんだ。入れるけどなんかこう変わんでない。これこういう元々の作りなのか。そうなんだ。俺入るのかと思った。でもこんな石が落ちてきて、でもこれおそらくクラックあるからもともとはちゃんとフラットやったんじゃないかなと思うんですよね。だけどその鉄骨がなんとか効いていて、このドーンってなった、一応この6個セットとしてのこちらの役割を果たして耐えてくれてるんやと思います。ただああやってあそこクラック入ってますから、こんだけ耐えてるんでしょうね。これね、これはなんで今更でもこういう赤いピカピカがあるのはなんで、誰か入ってくる前提なのかこれそうか入れるんだ知らなんだ。
そしてこっち側なんてのはもうまあ無理すればいけますけど、今回は私は行きません。ちょっと昨日で体力使い果たしているところもあるし、ここは誰か、この状況なら誰か行ってるでしょう、おそらく、なんで私は行きません。でもここなんか危ないよこれ。ここ危ないよちょっと気をつけないと。こんなんですね。はい、ここまでにしときますわ。こんな、だって赤いこんなライン、なんか車通る前提みたいなこのピカピカあるけど、これはなんで？湯治物かこれ。湯治物の工事の現場のものにずっと残ってるわけこれ。そういうことなんかな。だって埋まってるよねこれ。埋まってるやん。じゃあその崩落した当時ここ片側通行かなんかだったんかな。でそのまま埋まった当時のそのバリケードとこのピカピカがあったってことなんだ。今つけたわけじゃないんだね。ちょっと早出ようちょっとここは早出ますわ。気持ち悪い。鉄骨がここにあるってことやで、まだ長かったんかね。ほんとね、ごめんなさい、僕は調べないで来るんで、その場の直感のことを言ってますんでね、私。前知識がない分ね、いいコメントも残せる反面、物足らんことはないと思うんですけどね。物足らん方はモヘジさんの動画でこれ解説してますんで、よろしくお願いします。そちらの方で保管してください。だからこの鉄骨、この網もこれも湯治物だよね。やっぱここへ入り口やったってことか。入り口のこの壁面にこういうふうに道路に落ちてこないようにするためのネットか。ここのネット、結局ここにこういうふうに張ってあったネットか。でこれが突き破ってここまで来たんだ。そういうことか。いやちょっとこの上はいかんときますわ。ということでこちら猿薙洞門かなになりました。私的には遠くから見てそんで終わりかと思ったら意外とここまで来れたっていうオチでした。よかったよかった。ここへ来るのもこれね、あくまで自己責任というか、基本的には入らないでください。見て楽しむぐらいまででやめといてください。私は立ち入りに関してその責任は負いませんのでよろしくお願いします。はい、ということで今回はこれまででございます。ありがとうございました。